皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、間もなく日本で起きることについて緊急警報という意味で作成しました。まず、数あるチャンネルがある中でこの動画を選択していただいた方には何かしらの問題意識や危機意識があってのことだと思います。その中でも危機意識の程度は様々かと思いますが、警戒レベルを一気に上げなければならない状況にあるということをお伝えしたいと思います。この動画を最後まで見ることで、1、過去に起きたパターンを知ることができる。2、近い将来起きることを知ることができる。3、どのようにマインド設定して臨めばよいかを知ることができますので最後までご視聴ください。今世界で起きていることを目の当たりにしておきながら日本には食糧危機が起きないと言っている方もいますが、どのように考えたらそのように思うことができるのか不思議でなりません。非難するつもりは毛頭ありませんが、いつの時代でもおめでたい方はいたようですし、自分と同じように考える人ばかりだと思うことの方が現実的ではないのかもしれません。それを考えると、このチャンネルをご視聴の皆さんの中には、どなたかを説得することにエネルギーを使いすぎている方もいるかもしれません。それは相手にもよりますが、ほどほどにして自分や家族のことを優先した方が良いと思います。他人を説得するということは自分が食料備蓄をしていると宣言しているようなものですから、世間が上に直面した時には間違いなく頼ってくることになります。彼らを一旦受け入れると彼らにとっての大切な人も食料を求めてやってくることになります。それら全てを受け入れ続けることは不可能なので最初からやってはダメです。家族まで共倒れになったりもしたら本末転倒となります。ひどいと言われようがこればかりは仕方のないことと私も腹をくくっています。そんな修羅場を経験したことはありませんが、戦場や被災地などでは怪我人を救うのにも優先順位をつけ、結果的に見捨てなければならない命も出てきます。そんなことが起きないようにこうして注意喚起しているのですが、なかなか難しいものです。この動画をご視聴の皆様にとって、間もなく訪れる金融危機、食糧危機、自然災害危機に対して、あらゆる可能性を考えて準備をするためのお役に立てればと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回の動画は過去で一番危機感を感じながら動画制作をしています。なぜかというと、私が心配していたことが起き始めており、それはもう誰にも止められないことだからです。恐れていたことに対して、私たち庶民ができることには限りがあるわけで、せめて食料備蓄をするように警告してきたわけです。しかし残念ながら私の周りにも全く無警戒の人が多くいますが、仕方のないと割り切ることにしています。テレビをつければ春の高校野球が熱戦を繰り広げており、平和そのものなのですが、一方では確実に危機が迫っているという焦りの気持ちとのギャップに惑わされてしまいますが、ことが起きる前というのはそういうものだと思います。それはウクライナ侵攻が始まる寸前まで多くの国民はいつもの生活をしていたわけですからね。今回の動画を最後まで見ることで、さらにギアを上げて準備しなくてはならないという気になると思います。今起きていることの複雑さは悪と悪、悪と善の戦いが同時に起きているからだと思います。詐欺だらけの世の中が根底から破壊されるわけですから、そのシステムの上で生きている私たちも相当な犠牲が強いられることになると思います。先ほど言ったように、悪と悪の戦いによってどっちが勝っても私たちの平和は来ないと思います。当然善の勝利を願うしかないわけですが、それは私たちの中にあるのかもしれません。トランプやイーロン・マスクが実際は本当に平和を望んでいる側なのか、そうでないのかもはや分かりませんが、是々非々で当面明らかに人類の敵だと思われるグローバリストには退場していただかなければならないと思います。しかし、お二人の存在によって私たちは恩恵を享受できていますので感謝しなければならないと思います。ところで、今を生きる私たちに1929年の世界大恐慌クラスの金融危機が起きるとどうなってしまうのでしょうか。世界大恐慌は当時のフーバー大統領の失策により被害がより大きくなって、結局は第二次世界大戦への勃発にもつながっていってしまいましたが、その大恐慌の被害は甚大で200万人のアメリカ人が餓死したと言われています。200万人といってもすぐに実感は湧きませんが、日本の都市で例えるなら札幌市、名古屋市くらいの規模の都市に住む人たち全員が飢えに苦しみながらこの世から消えていったことになります。多くの方が知りたいことは、今金融危機が起きた際、私たちはどんな状況に追い込まれるかということではないでしょうか。
経済危機の歴史を少し振り返ってみると、1929年に起きた世界大恐慌、1930年に起きた昭和金融恐慌、そして2008年に起きたリーマンショックがありますが、どれも株価の大暴落から始まっています。それぞれ時代的背景もきっかけも違いますが、銀行が破綻し失業者があふれるというのがお決まりのパターンです。突き詰めるといろいろな分析があり意見が分かれるところですが、今世界で起きていることは、かつて人類が経験したことがない危機的状況が複合的に重なっている状況だけに、一体どのようなプロセスで私たちの生活を危機的状況に追い込むのか分かりにくいと思います。ちなみに2008年に起きたリーマンショックの時の株の暴落実績を見てみますと、2008年10月1日付の日本経済新聞によると、過去最高だった2007年10月末からの株価下落率は、中国上海 61.5%、ロシア 46.3%、香港 42.5%、シンガポール 37.3%、イタリア 36.3%、インド 35.2%、アルゼンチン 34.3%、日本 32.7%、フランス 32.4%、豪州 31.7%、スペイン 31.1%、韓国 29.9%、ブラジル 29.5%、英国 28.3%、スイス 27.9%、ドイツ 27.6%、南アフリカ 26.2%、米国 25.6%、カナダ 22.8% と、時価総額で推計2000兆円以上が一瞬で吹っ飛んでしまいました。その結果、日本では失業率 10% を超えてしまいましたが、1929年の世界大恐慌が起きた時には、アメリカで 25% の失業率を記録しました。現在の失業率はだいたい 2.5% 前後ですから、当時の 10% は相当なものだったと思いますし、アメリカの 25% はもうとんでもない状態だったでしょう。当時のアメリカの人口はだいたい1億2600万人と言いますから、現在の日本と同程度の人口規模だったのですが、25% の失業率だとなんと1200万人の失業者が発生し、街が失業者であふれ返ったと記録されています。2020年1月の日本の労働力調査によると、日本の労働者数は就業者数6687万人、雇用者数6017万人、完全失業者数は159万人ということですが、単純にアメリカで起きたように失業率が 25% になれば、日本の完全失業者数は1671万人となります。これがどのくらいすごいかというと、東京都、神奈川県、大阪府の人口丸々が失業者になるということと同じです。本当に恐ろしいことになります。ただ失業者数を聞いてもいまいち実感が湧かない方もいるかと思いますが、渋谷のスクランブル交差点にいる全員が失業者となるし、満員電車にぎゅうぎゅう詰めで乗っている人たちも全員失業者という風に考えるとすごいことですよね。ハローワークなどパンク状態ということになります。ところが今現在起きていることといえば、アメリカの中堅銀行2行が破綻しましたし、潰れることがないと思われていたクレクレスミスもこの世から消えることになり、そいつ銀行もいよいよということになってきました。さらに中国経済の隠蔽体質がもたらす害の大きさは人類史上最高額となると言われています。ここは全くの未知数でいつ爆発するか分かりません。そして経済危機が勃発した時に注目しないといけないのは、恐慌が起きると世界各国は自国の産業を守るために保護貿易を始めるということです。当時75カ国が保護貿易を行った実績があります。それらの国の輸入額合計の推移を見ると、1929年29億9800万ドル、1930年27億3900万ドル、1931年18億3900万ドル、1932年12億600万ドル、1933年9億9200万ドルとなり、たったの5年で3分の1に減少しています。日本にとって恐ろしいのは輸出の方で、日本から見れば輸入に影響するということなのですが、1928年から1933年までに輸出が大きく減少した国は、チリが 80% 以上、75% から 80% が中国、70% から 85% がボリビア、キューバ、マレーシア、ペルー、エルサルバドルとなっています。これを見たときにゾッとしませんでしょうか。日本は食料自給率が極度に低く、これはカロリーベースの計算ということもありますが、
日本の食料安全保障について政府の意識は相当低く、輸入システムに問題が起きた時には一気にあらゆる物資が入ってこなくなってしまいます。食料危機は起きないと言っている方たちはこのようなことまで考えていないのかもしれません。お金を出せば売ってくれると思い込んでいるようです。最終的にはどこの国も自国民を守ることを優先します。ただし、隣の国は過去に輸出をして外貨を稼ぐことを優先し、国民を数千万人餓死させてきましたが、先ほどの実績を見ると輸出制限もしたこともあるようですね。金融危機の面だけでもこれだけのことが起きるというのに、今世界で起きていることは、エネルギー危機から発生する電気代やガス代の高騰により企業の経営が成り立たなくなって倒産が相次いでいるということです。そうなると輸入先の会社が倒産してしまい、日本に物資が入ってこないという事態も起きてきます。日本の場合はこれだけでも食料危機に見舞われます。ここまでが過去に起きたことを挙げてきましたが、ここからは過去にはない現在の状況の深刻さがわかる情報です。ところで皆さんはサンドマン作戦というのをご存知でしょうか。世界142カ国が密かに進めているアメリカドルを一斉に否認し、貿易での支払いを拒否するというものです。ある国の財務省役人は米国に対して、我々はもはや銀行のコンピュータの中の1と0を実際の商品に対する支払いとして受け入れる気はないと言っています。これはどういうことかというと、今も昔もアフリカなどの国々は欧米からの搾取を受け続け、ドル通貨による植民地支配を受けていることに対する反旗を翻す行為だということですし、印刷するだけの裏付けの価値がない紙切れで自分たちが作った価値あるものを搾取されたくないということです。アメリカはグローバリストたちの利益のために製造業という産業はほぼ壊滅に追い込まれ、仮にサンドマン作戦が実行され生産している国からドル払いを拒否されたら一気に物資不足になってしまう状態になっています。そこに付け入るように中国元やルーブルでの取引を広めていることになっているのでしょう。中国元などと組んだらそれはそれでもっとひどい目に遭うと思うのですが、もしそのような作戦が実行されれば短期的にもとんでもないことになります。そんな動きを裏付けるような出来事が起きました。なんとケニアの大統領は3月25日、すべての自国民に対し、保有している可能性のあるアメリカドルは今後数週間以内に価値が劇的に下がるため処分する必要があると発表したのです。処分というのは自国の貨幣やその他の貨幣、または物資に変えろという意味だと思います。サンドマン作戦はもしかしたら4月、5月に実行されるかもしれません。世界の基軸通貨の信用がなくなった時には、まさに人類史上最大の大恐慌が勃発ということになりそうです。ロシアの戦いも実はアメリカのドル支配との戦いと言えるのかもしれません。当然世界中の資産家が一瞬にして財産の大半を失うでしょうし、リーマンショックの日ではないくらいの企業倒産が起きると予想されています。その状況で私たちは何をしなければならないのかということを考えると、生きるために必要な物資を準備することです。水道光熱費が高騰し、家賃や管理費、ガソリン代が上がったことにより日本では本当に多くの方の生活が困窮していますし、これからその影響はあちこちで見られるようになります。ドルベース以外の財産なら影響はないのかというとそんなことはないと思います。あらゆるものに価値がなくなり、その余波によって違う形で保全していた財産にも影響を受けることになるでしょう。大恐慌の時にはゴールドすらも投げ売りされていたという記録があります。これは考えてみればなんとなくわかりますが、生きるか死ぬかの時にゴールドなど持っていても仕方なく、食料を手に入れることに優先順位がいきますよね。そういうことかと思います。今後はどう考えても物資不足とインフレが進みますから、生きるために必要な物資の備蓄に力を入れる必要があります。もし経済的に困窮しているのならダブルワークしてでも収入を増やすしかないと思います。前の動画でも言いましたが、決して安易に簡単にお金が稼げるなどという誘いに乗ってはダメです。間違いなくかもられます。そして今世界で何が起きているのかについては、新聞テレビでは絶対出てこない真実があります。その真実とは、私たちから富を吸い上げ搾取し続けてきたグローバリストたちの終焉が始まりかけているという事実です。アメリカのシリコン銀行やランチャー銀行はあの変態犯罪一家における中国資金受け渡し銀行であるし、クレクレスミスは裏政府のマネーロンダリング銀行です。次に破綻が噂されているそいつ銀行は人の身を売り買いすることに関連した取引銀行です。それらはほぼ犯罪といえる行為を続けてボロ儲けしてきた連中ですが、ここへ来て次々と滅び始めているということです。
それは端的に言えば欲にまみれた詐欺まがいのビジネスモデルに破綻が生じたからということだと思います。犯罪にビジネスモデルというのもおかしいことですが、そのおかしいことがまかり通っていたことは事実ですね。これらの動きはとても良いことだと思いますが、我々庶民はそのとばっちりをまともに受けることになりますので、準備が必要だということだと思います。アメリカのドル覇権の地位が揺らいでいる今、アメリカには資金がほぼない状態にまでボロボロになっているようです。先ほど述べたアメリカの銀行破綻に対して、預金者への全額保証のために財政支出をしたわけですが、あっという間にその資金が底をつき、それだけでは足りないので、日銀と FRB のほか、欧州中央銀行、カナダ銀行、イギリス・イングランド銀行、スイス国立銀行の計6中銀が力を合わせてアメリカに資金を注入するということを決めました。おそらくそれでも全然足りないと思います。今までのアメリカ政府が行ってきた無尽蔵なドルの増刷は、今後とんでもないインフレを招くと警鐘を鳴らし続けていた専門家もいますが、ここまで述べてきたようなあらゆるおかしなことのしわ寄せが一気に噴き出すことになりますので、私たちは身を守るためにも情報にアンテナを張る重要性はますます大きくなると思います。いかがだったでしょうか。今回の動画を通してシェアさせていただいた情報によって何を感じましたでしょうか。私たち庶民にとってウトロの戦いの影響によって電気代やガス代、水道料金が高騰するという影響が重くのしかかってきており、その対応でてんてこまいになっていますよね。私たち庶民は水道光熱費をいかに節約するかということや、生活に必要な物資が値上がりするから食料備蓄を進めているわけですが、その陰では世界の覇権争いが激化しており、戦術核の使用や非人道的な兵器を使い出す可能性も浮上しています。合わせて台湾有事の可能性も高まっているわけですから、本当に慌ただしく心にゆとりが持てない状態だと思います。時折、視聴者様からのコメントにどうせ大変なことになったら終わりなんだから、悪あがきはやめた方がいいという書き込みがあったりします。それを言ったら人間は間違いなくこの世から消える存在です。この世に生を受けたということは、おそらく体験して学ぶためにあると考えています。つまり肉体はなくなっても精神は残るということです。今この困難な状況においてどれだけ感謝の気持ちを持って生きられるかを問われているのかもしれませんし、最後まで生きる努力をすることこそが大切なのだと考えています。これから起きることは間違いなく過去のどんな恐慌よりも規模が大きく全てがひっくり返ることになると思います。リアル人生ゲームは厳しい局面を迎えることでしょうが、大きく見ればきっと良い方向に進んでいるのだということを信じて生き抜いていきましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。